天空の都市マチュピチュ。インカ帝国時代に作られたこの都市は今も多くの謎に包まれており、世界中の人々がこの謎多き都市を一度見ようと訪れてきています。今回マチュピチュ遺跡の説明はもちろん、マチュピチュへの行き方やチケットの入手方法など分かりやすくまとめていますので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。グル旅。おはようございます。おはようございます。今日はクスコ3日目になります。はい、朝になりました。はい、今日はついに念願のマチュピチュに行きたいと思います。イエーイ。マチュピチュへは昨日取ったバスで近くの発電所駅まで行って、そこから歩いてマチュピチュ村まで行こうと思います。はい、はい、ということで、明日マチュピチュに行こうと思っているので、はい、ここクスコから、スタンドバイミールートっていうルートを使って私たちは行こうと思っているんですけど、はい、そのスタンドバイミールートの途中地点の、ヒドロエレクトロニカっていう、はい、なんか水力発電所みたいなところがあるらしいんだけど、そこのところまで送ってくれるバスを予約しました。はい、クスコのホテルまで送迎がついて、そのヒドロエレクトロニカ駅まで、往復で2人で170ソル、はい、なので1人85ソルなのでだいたい4000円ぐらいかな、往復で。相場としては片道2000円ぐらいだったので、相場通りだったのでもういいかなと思ったんですけど、もうちょっと多分値切れば安くなりそうな感じはあった。でもちょっと面倒くさくなっちゃったからとりあえずこれでいいかと思って、最初200ソルって言われたんだけど、その30ソルも値切ってたから、ちょっといいかなと思って、優しくしてくれたのでそのままその値段で買っちゃいました。はい、ということでこのチケットを使って明日マチュピチュ村に行きたいと思います。でバスは、6時に、ホテルに迎えに来るということで、今ちょうど6時でホテルで待っているような状況です。それでは、今日も楽しんでいきます。レッツゴー。バスが来ました。今時刻8時43分です。はい、出発してから1時間半ぐらいですね。途中の休憩所に到着しました。はい、なんかここで休憩したりトイレ行ったり、あとは何か朝ごはん食べたりできるみたいです。なんかレストランとかもあったね。じゃあちょっと休んでからあとまだ6時間ぐらいですかね。はい、バス旅頑張りましょう。はい、時刻は今12時もうちょい前ですね。あれから3時間半ぐらい運転して2回目の休憩に来ました。7ソルでポテチ買いました。それ美味しいよね。これ美味しいのさ、本当に普通の市販のポテチレイズとかアメリカのブランドもあるんだけど、ペルーの多分オリジナルのやつなんだけど、ポテトがねすごい芋感がすごい。そう、芋感すごい美味しいので、ペルー来たらぜひ食べてみてください。あともう2時間ぐらいかな、だいたい2時ぐらいに作っていったもんね。だからちょっともうちょっとお尻我慢して行きましょう。土砂崩れです。いけるんだ。はい、ということで、今の時刻は1時50分です。マチュピチュ村に向かう出発地点に到着しました。はい、ここが多分水力発電所のポイントになってるみたいで、なんかあれだね、ツアー会社によって降ろされるポイントはちょっと違うみたいだね。ということで私たちはここから歩きたいと思います。はい、2時間3時間ぐらいのトレッキング頑張っていきましょう。はい、チェックポイントです。確かここで名前とか国籍とか、もしかしたらパスポートも見せるかも。あ、なるほどね。登録する必要があるんだ。カフェとかもあります。
本当だ。結構足元は大きい石が多いので、スニーカーか底が硬いサンダルをお勧めします。ね。雨季だったら、ほんと水たまりに一部入っちゃわなきゃいけないところもあるから、サンダルがね、僕らはちょうど硬いやつだったからよかったね。暑い。線路をずっとまっすぐです。ここがスタンドバイミーロードと呼ばれている遊園のところです。すごっ。ね、結構序盤に来たね。ね、歩いて。本当だ。映画だったらこの橋の上をこう歩いて行きたいとこなんですけど、線路の上を渡るのは禁止なので、横のあの道を渡っていきます。はい。ちょっと雨降ってきちゃったね。ね、本当だね。ここか。お、音が近づいてきた。もうすぐ電車が来ます。まさか近くで見れるとね。もうぐちょぐちょ。ねえ。雨季のサンドバイミーロードはこんな感じ。もう絶対泥不可避ですね、これは。絶対サンダル。絶対サンダル。スニーカーはやめた方がいいです。休憩スポットがありました。結構濁流だね。すごいここ怖いね。落ちたらマジで死にそう。気をつけていこう。やっとこれで半分ちょっと超えたぐらいです。結構私たちゆっくり歩いてるので、まあね、1時間経過ぐらい。2時間ぐらいだね、かかってるね。楽しいだったね、楽しい、すごい。あと半分頑張っていきまーす。さて、線路から離れて普通の道になりました。はい。さっきマチュピチュの看板あったんですけど、もうちょっと時間が結構押してるので取れませんでしたが、残りあと30分ぐらいかな。雨も降らず、今日めっちゃいい天気だわ。ね、明日も晴れることを願おう。まずあとチケット買えることだね。そうね、チケットセンターが18時に閉まるんですけど、私たちゆっくり歩きすぎて多分10分前ぐらいに着きそうなのでちょっとやばいかも。頑張りましょう。頑張りましょう。ついに見えてきました。お、あれ、あそこか。写真で見た川がこれだったんだって今思ったけど、もっとなんか温泉地っぽい川だったよね。穏やかな。もっとあれだよ、上流の方に行けば温泉地っぽくなるんだよ。なるのかな。濁流も濁流だけどね、もうね。中に入ってきたね。マチュピチュ村に入ってきましたね。なんか建物がとってもおしゃれ。かわいいね。思ったよりなんかちょっと近代的な建物が入り口部分は多いね。ね、本当だね。じゃあそのままチケットセンターに直行したいと思います。あるんでしょうか。一応ね、事前情報だと雨季は運が良ければ夕方に行ってもまだチケットがね残ってるっていうのを聞いたので、それを信じて行きたいと思います。お、やってる。あ、まだ空いてるじゃん。ちょっとえ、2空いてる。あ、本当だ。135空いてるわ。25空いてる。え、空いてる空いてる。空いてる。青のやつ。全然空いてるよ。ここでマチュピチュのチケットについて説明します。サーキット1はパノラマビュー。ルート 1A では入り口側にあるマチュピチュ山から遺跡を見渡すことができ、ルート 1B ではそれよりも少し低い上部テラスから遺跡を見渡すことができます。サーキット1は遺跡内に入ることができないので注意してください。サーキット2はクラシックサーキット。サーキット1よりは低い位置のテラスになりますが、マチュピチュを一望でき、遺跡内にも入れるという一番人気のサーキットになります。ルート 2A は 2B よりも遺跡のルートが少し長く、2B は
2A よりもテラスのルートが少し長いという、そこまで大きな差はありません。今回私たちはこの 2A のチケットを手に入れることができました。サーキット3はマチュピチュの王族、遺跡内の探索がメインのコースとなり、サーキット1、2の入り口付近の展望テラスでは行けません。その代わり、他のサーキットでは入れない皇帝の部屋など王族に関するエリアが見ることができます。ルート 3A はそれに加え、ワイナピチュという遺跡の奥にある山に登ることができ、そこからパノラマ写真を撮ることもできます。ルート 3B はワイナピチュの登山がないルートになります。私たちが訪れた1月は、マチュピチュが雨季で閑散期となっていたため、18時に到着してもチケットは余っていましたが、これもたまたま運が良かったことなので、行きたい方は事前に画面に映っている公式サイトでチケットを予約することをお勧めします。ネット予約ができなかった場合、マチュピチュ村のチケットセンターで翌日の入場チケットを販売していますので、確実に行きたい場合は、行きたい日の2日前にマチュピチュ村に入って、行きたい日の前日、早朝にチケットセンターでチケットを予約することがおすすめです。時間をかけず確実にチケットが欲しいという方は割高になりますが、チケット付きのツアーを予約することをお勧めします。はい、18時に着いて、なんと 2A 空いてました。無事取れました。やったー。朝の6時のチケットが、はい、ラスト2枚で空いてたので、そう6時か夕方しかなかったね。なのでそれを取れました。はい、明日の6時は雨の予報が 0% で、そう 降水確率 0% 0% なので、絶好の機会で行きたいと思います。明日チャレンジしていきます。イエーイ。行ってきます。行ってきます。おはようございます。おはようございます。今朝の5時になるところです。はい。時計ついてないし。ついてないけど今日は念願のマチュピチュに行きたいと思います。イエーイということで、はい、昨日バスのチケットを事前に予約しまして、朝の5時のチケットを予約したので、はい、これからバスに乗って、はい、マチュピチュの入り口へ向かいたいと思います。はい、バスの時間はマチュピチュの入場時間の約1時間前にバスが出てるみたいなので、それに乗っていきたいと思います。はい。ちなみにそれ以上前に来てもダメみたいなので、絶対1時間前に来るようにっていうふうに言われました。はい。ということで、行きましょう。はい、行ってきます。今バス乗り場を探してるんですけど、はい、なんかネットとかいろんな方の動画を見た感じだと、めちゃくちゃ並んでるイメージだったんだけど、ね、この川沿いにね、列がずらーっとできてる写真とか見てたんだけど、全然並んでないね。やっぱり雨季だからね、観光客自体が少ないのかもね。ね、チケットも多分あの感じだと余ったでしょ。今日きっと余ったと思う。ね、チケットなんか列10人くらいしか並んでないね。全然並んでなかったね。よかった。よかったよかった。普通に乗れそう、一巡で。はい。なんかバスは30分に1本ぐらいあるのかな。だから僕らは多分5時ちょうどかちょっと過ぎ発に乗って、マチュピチュの6時開門前のゲートに到着すると思います。バスが来たみたいです。今5時18分です。はい。結局18分ぐらいもあったね。ね。まあバスで行くと20分ぐらいで着くみたいなので、まあ時間内に行けそうですね。結局あの後めっちゃ並びました。後ろは。ね。早めに来るのが正解だね。1時間前の。ね、すごい量のバスが来た。絶対乗れるわ、これだったら。大丈夫だね。こんな感じ。これで20分ぐらい。はい。では出てきます。ということで25分ぐらいバスに乗って、はい、ここまでやってきました。はい、5時45分です。はい、入場まであと15分。余裕ありますね。他で待ちます。はい。ということで入り口入ってきました。もうパスポート必須です。はい。チケットとプラスでパスポート忘れずに来てください。はい。ということで我々はサーキット2なのでこちらに行きましょう。はい。おお、もうマチュピチュ感出てんね。ね、ついに見えてきたよ。マチュピチュ？おお。すごすぎる。すごい。霧も晴れたしちょうど。本当に天空の都市だよ。すごいね。朝6時の展望台の様子はこんな感じです。人はまんまらだね。ねえ、写真撮りやすいからいいね。
しかも晴れてるし最高。いや本当に、ね、でも本当天気に関してはもうその時の運だから、朝だから晴れるってわけではないみたいなので、なんかさこのさ雲がすごい幻想的だよね。なんか本当にこう天空に雲の中にこの都市がポツンとあるみたいな感じにそうだ見えね。る。すごい天空の都市っていう写真を撮るんだったら雲があった方がなんか幻想的に見えるね。そっちの方が素敵。サーキット2の一番上の展望テラスにやってきました。はい。じゃあね、ここがよく写真で見てたところで、ね。ここは、15世紀から16世紀、インカ帝国の時代に作られた、遺跡になります。はい。ここは実は、なぜ作られたかとか、なぜ捨てられたかっていうのが、実は解明してないところなんだって。はいはい、謎に包まれた都市っていうね。でただすごい技術を持っていたらしくって、石積みの技術だったり、あと排水システムとかがしっかりしてたらしいから、なんかそれを下のところで見に行けたらと思います。はい、行ってみましょう。はい。さて遺跡の中に入ってきました。はい。もうさこの石すごくない？すっごい、すごいよね、びっしりだね。本当。なんかこれモルタル接着剤とかも一切使ってないんですって。へえ。ただ積み重ねてるだけなんだ。そうらしい。すごっ。そうでなんだけど刃物1枚も入らないような精密さでできてるっていうのがインカ帝国のすごいところなんだって。すごいね。鉄もモルタルも一切使ってないのに、この精密な建物がなぜ作れたのか未だに謎らしい。へえ、なるほどね。で削ったりはちょっとしてるんだろうね、さすがにね。だと思う。ペルーって日本と同じように地震大国なんだって。あ、そうだよね。南米の西側は結構地震が多いって聞くね。でなんだけどこれ500年以上経っても崩れてないらしくってすごいよね。なるほどね。なんかそれは石を積んだ時になんかちょっとずつあえてずれるようにしてるらしくってそれで耐震構造を取ってるらしい。なるほどね。振動をそこで干渉というか逃がしてるような構造になってるんだね。すごいな。すごいよね。そうやって見るとさ500年前とは思えないよね。本当にね。なんかインカ帝国のすごいところは、完璧な都市設計っていうのが一つのポイントだったらしくって、こんな感じで段々畑作ってたんだって。今でも使われてる技術がその当時からあったんだね。これだからさ、完全に太陽がこう昇る向きに合わせて日がちゃんと当たるようにっていうこともちゃんとその時代に考えられたってことだよね。なんか天文学とかもすごい正確だったらしい。へえ、なるほどね。そういう知識を生かしてこういう風な街設計っていうのを考えてたんだね。すごい。さて次は石切り場ゾーンにやってきました。はい。なんかねここは、インカの人たちの技術力が分かるゾーンなんだって。へー。あれが削る前の岩、であれを割って、ここの場所で加工してたんだって。へー。割るためになんか溝とかね、そこら辺のやつを多分使ってたんだろうね。で多分あれが割った後で加工する前の岩が多分積み重なってる。なるほどね。メインの神殿にやってきました。はい。見て、さっきの石とさ全然違うよね。すごいね。より加工が施されてるっていうのがもう目で見てすぐわかるね。もうツルツルの一切入らなそうなね、丸みがなく無駄ないスペース。一体どういう技術だったんですか？謎。ね、この辺が多分上の位の人たちなのかな。王様とか。ね、他の場所と明らかにここの作りだけ研磨かけられてたりとかしてるよね。すごい霧に包まれてるよ。ね。幻想的。すごくない三角。いやもう可愛いね。めっちゃ可愛い。あれがだから居住空間だったのかな。昔は屋根があったのかな、あそこに。あったんじゃない？ありそうだよね。ね、わらかなんかかぶせてたのかな。いや本当朝一は全然前に人がいないっていうのはいいね。ねえ、めっちゃいい。開放的すぎる。本当に朝一にさーって上の展望台、さっきの展望台に登ったら、ここに誰も歩いてない写真を撮れるから、そこはすごくメリットだと思います。朝6時。ね。早起き頑張れば。早起きだけ頑張りましょう。
て、家の中入れそう。どんな感じなの？おー、だって今までの遺跡の中で一番家だわ。すごいね。溝が結構掘られてて、ちゃんと屋根もね、上から入るようになってんだね。これ多分昔あったんだろうね。あ、藁がね。そうだね。すごくない？うん、だって500年前からずっとこれ変わってないってことでしょ。うん、そうだね。ロマンしかないね。家建てるなら石切りの家にしようか。3匹の子豚みたい。絶対狼に吹かれても倒れない。絶対そうだわ。ここがね、居住空間の2階建てエリアのとこへろみたい。2階のスペースなんだ、ここはね。現在みたいに2階建てを作ってるっていうよりかは、こう坂を使って、その段々畑みたいな感じで2段目、2階部分を作ってるみたいな感じだね。そうだね。坂の斜面を階段にしてそこから上り下りしてるみたいな。そんな感じだね。でもなんか結構広く感じるね、そう考えたらね。めっちゃちゃんとした居住空間が作ってたんだな。すごい。なんかここマチュピチュは洪水を防ぐ排水システムが完璧だったんだって。ね、らしいね。なんかそれどこだろうなって思って見てたら、多分ね、こういうところだと思う。この下のところ。はい、まず階段のところからここに溝が掘ってあって、でこの溝がどこにつながるかっていうと、下にもまたそこに溝があって、その溝を伝っていくと、ほら下のこの居住区から出るように作られてるんだね。すごい考えられてんだね、ちゃんとね。すごい。ここがね、天体観測の石って呼ばれてるところなんだって。この2つの石に水を張って、で夜に月とか星とかを反射させてここで見てたんだって。あー、なるほどね。丸の中の反射させた星空だとどういう風に動くっていうのが普通に空見るよりも分かるもんね。そこでね、なんかもしかしたら長さとか測ったかもしれないしね。ああ、そうだね。時間とかそういうのも測ったかもしれないね。私たちはサーキット2だから行けないんだけど、サーキット3の人たちはあっちのルートにも行くことができて、何らかの道を通れるんだよね。でそこには太陽の神殿とか、の王の居住区とか、女王の居住区、水汲み場とかもあるらしい。手前に見えてる大きい家、あれが皇族の居住区らしいです。でその一つ奥にあるそこのところが、太陽の神殿って呼ばれてるところなんだって。太陽の神殿では四角い窓、あそこで太陽の軌道を見たりとか、あれが夏至と冬至の時になんか入る光とかがあるらしいね。天文学がね、500年前にももう進歩してたって考えるとすごいよね。そうだね、すごいわ。もうすっかり晴れてねえ、晴天超暑いわ。暑いね。ということで今の現時刻が8時40分なので、いろいろゆっくり見てたら2時間40分楽しむことができました。いやー、よかった。よかった。すごくよかった。なんか今までの遺跡の中で一番なんか人が住んでたんだなっていうのも分かったし、なんだろう、こういうなんでこんな技術がこの時代にあったんだろうみたいな。あとこの場所にね、そうそうそう、この高さに、その時って車輪とかも何もない状態でこの遺跡を山の上に作るっていうのは相当な技術と多分労力が必要だったと思うから、どういうね歴史的背景があるんだろうっていうのはすごいやっぱりロマンがあるよね。本当、今も解明されてないっていうのがまたいいよね。そうでやっぱり想像してた通りの景色と、あとこんなに天候にも恵まれて、めちゃくちゃ最高なマチュピチュ観光だったね。最高だった本当に。よかった、本当晴れて。もう出口です。終わってしまいます。なんかお腹空いたからご飯食べに行こう。そうだね。でもこの後僕らには下山するという1時間のまたトレッキングがありますので、それ終わって町戻ってご飯食べに行きましょう。ちなみにマチュピチュは、大きいバッグだったりとか食べ物飲み物持ち込み禁止なので、ここで、5ソルで預かってもらえるロッカーがあります。
トイレは1回2ソルですね。100円ぐらいかかります。ということで帰りは約3キロのハイキングです。まあ、帰りだからね、下りだからそんなに大変じゃないと信じてますが、山道を頑張っていきましょう。行きますって言ってたのにちょっとお腹空きすぎて早くない？まだ5段ぐらいしか降りてないよ、階段早速勧誘に負けてパンを買ってしまってるあやです。もうお腹空いたんだもんちなみに下山道始まってすぐのところに、食べ物を売ってる人がいるので、それがいくらですか？ 5ソルです。250円。250円。ハムチーズ。いいでしょう。なんかあれだね、登山してる時の匂いするね。ね、森のすごいいい匂い。森林の香り。うん。もう天気も晴れててめちゃくちゃ帰りやすいですね。まだ全然この辺は階段も緩やかだし、歩きやすい。すごい。じゃあこのまま頑張ります。はい。道の途中にはワンちゃんがいます。こっちにはヒロがいます。足がプルプルいってるんだなんかすごい道だね。壁にこう岩が出てて、これが階段状になってる。すごい。かっこいい。かっこいいね。かっこいい道だ。この矢印を目安に行くと帰り道が分かります。矢印の向きが上りの向きなので、左は逆の方向に行けばまた次の矢印があって階段があります。よし、多分もうちょっとだ。頑張ろう。頑張ろう。どっかにいるんだよな。このアマゾンでも聞いた鳥の鳴き声がもう近い。おお、川が見えてきました。ついにですね。55分。まあ1時間かかんないぐらいかな。一旦これで下山は終了。じゃあ町まで歩いていきます。はい。なんか鳥と戯れてたりしたら一瞬だった。ね。相変わらずの濁流ですね。はい、ということで町まで到着しました。はい。今の時刻が10時20分なので、だいたい1時間20分ぐらいかな。頂上からは。町までたどり着きました。はい。ということでお疲れ様のコカ・コーラです。乾杯。やっぱね、インカコーラも美味しいんだけど、コカ・コーラをね飲んじゃうよね。ね、慣れ親しんだ味だしね。旅の最中汗かいたらコーラがうまいんだよね。ほんとそう。日本で全然飲んでなかったのに、ね。めちゃくちゃ飲むようになったコーラ。うますぎ。ねマチュピチュに行くまでの道は、私たちは今回バスを選択したんですけど、多分登山をやってる人とかは、あの階段を登れると思うけど、普段なんか街しか歩かないよとか、そういう方とかはちょっと厳しいかなと思います。そうだね。あとマチュピチュへのバスもそうだけど、それまでのスタンドバイミーロードも歩くよって人とか、マチュピチュに1泊しかしないって人は全部徒歩で行くと相当多分しんどいと思うから、かなり体力ある人じゃないとそれはきついかもね。なのでどこかはちょっとお金使ってでもバスとか使った方がいいかなとは思います。でもめっちゃ楽しかったです。楽しいです。ということでちょっと休んでホテル戻って、早起きしたのでお昼寝でもしようかなと思います。お昼のバスはちょうど列です。なんかここさ、マチュピチュ村はすごい温泉街、日本の温泉街みたいな形してない？ね、ほんとそうだわ。ね、なんか草津、日光とか。日光とか、そうそうそう。ね、そんな感じするよね。ちょっと落ち着きがあるわ、すごい。ね、なんかね、それマチュピチュ村の初代村長の方が
日本人の方なんだって。へえ、そうなんだ。そうそう。で、なんか記念碑とかもあるらしくって、その方が初代村長になってインフラとかもう全部こう整えたっていう功績があって、こう記念碑とかがあるらしい。へえ、ちょっと後で見に行こうか。ね、本当だね。だからこういう日本人がどこか懐かしいなと思えるような街の作りになってるんだね。そう考えるとちょっとね、誇らしいよね。本当だね。ちなみにマチュピチュのチケットを取るためには繁忙期はチケットを取るための整理券が必要になってすごい大変らしいんだけど、朝4時から並ばなきゃいけないとかね、結構大変らしいね。でなんだけど今は私たちは繁忙期ではないのでどれぐらいチケット余ってるか見てみたいと思います。はい、今の時刻は朝9時です。どれぐらい残ってるんでしょうか。朝9時だとほぼ残ってますね。 2A も 2B もねえ、なんならすでに取られてる枚数がまだ200枚もいってないもんね。赤字が取られてる枚数で青字が残ってる枚数です。やっぱ 2B がみんな取りたがるんだね。 2B、2A だね、やっぱり人気なのは。グル旅。おはようございます。おはようございます。マチュピチュ最終日になりました。はい。昨日、一昨日は、なんとマチュピチュで日本人の方々に結構会うことができて、はい、夜ご飯を一緒に食べていたので全然動画が撮れてませんでした。はい。残念ながらちょっとご飯の動画ね、マチュピチュ名物っていうのもそんなにないから、一緒にご飯食べて楽しんでいました。はい。ということで、最終日の朝ごはんの様子をお届けしたいと思います。はい。朝ごはん食べに行きましょう。はーい。ソパ、スープが来ました。鶏だしだ。鶏だしの塩味。美味しい。しょっぱすぎずめっちゃちょうどいい。あ、いいね。二日酔いの後とかにめっちゃ良さそう。久々のヌードル。ね。何味かな。まあ醤油パスタみたいな感じ。絶対うまいじゃん、そんなの。なんか最近さヌードル食べれてなくて標高が高いところはヌードルとかも美味しくないっていう風に聞いたから全然ヌードル食べれてなくて、ここはちょっと標高下がったからようやく食べれます。嬉しい。この度何回目かわかんないロボサルタートいただきます。あれ味付け過去一かもしれない。最高じゃん。マジでちょうどいい。でもうまっ。しょっぱすぎない。全然。酸味もちょうどいい。むしろ酸味よりも醤油が勝ってるからすごい和を感じる。さっきのそのパスタみたいな感じ。めっちゃここ和寄りだわ。最高。めっちゃ美味しい。さて市場でフルーツジュースを注文しました。はい。今回は何ですか？今回はピーチにコーンレッチェって書いてあって、デュオリンゴで学んだ氷だスムージーだと思って買ったらまさかの牛乳入りで間違えました。間違った。全然学んだことを使えてない。コーンヒエロだったミスミスじゃん、石像ありました。おお。野内与吉さん。野内与吉さんっていう方なのかな。福島県出身の方なので、ね。2025年にこの石像が建てられたみたいなのでめっちゃ最近ね。すごい功績をたたえてこんなにね建てられるほどの方なので誇らしいね、日本人として。ということでマチュピチュ村を後にしたいと思います。はい。またスタンドバイミーロードを通って帰りたいと思います。3時間4時間のトレッキング頑張りましょう。はい、行ってきます。はい、ということでまたこの線路沿いに戻ってきました。じゃあここから3時間ぐらいかな。昨日豪雨だったからちょっとねえ、途中ねヌテラゾーンが絶対あるよ。そう泥ゾーンのことをヌテラゾーンとそこをどうにか抜けながら帰りたいと思います。
ガイドです。かわいい。フリフリフリさせながら。ね、順調ですよね。あ、違うわ、飼い犬だ。残念。次の相棒じゃなかった。違いました。さっきの相棒はもう去っていきました。残念。飼い犬だった。やっと3分の1ぐらい。今1時間ぐらいなんで、3時間ペースですね。いいペース、いいペース。駅よりも1時間ぐらい早いのかな。ここ泊まれるんじゃない？レセプションって書いてる。本当だ。次のテラフォン発見しましたが、なんとこちらに道がありました。ちなみにもう土砂降りでこんな感じで歩いてます。ずっと雨です。もう土砂降りだ。カメラ守るのに必死。もうびっしょびっしょ。どっかで絶対雨には当たると思うので、雨季のリスクとしてはこの雨対策をちゃんとしておくってことは大事です。はい。その代わり閑散期ですごくチケット取りやすいとか、マチュピチュ内も人が少ないとかはあるので、それはメリットなので、参考にしてみてください。線路歩いてきたら、ヒドロエレクトロニカの看板があるので、こっち行きます。これが正解の道だったんだね。そうだね。行きめっちゃ急な坂登ってたけど、こっちの方が完全になんか階段状になってるね。こっちが正解だ。正解でした。こんな感じで歩きやすいね。こっちの方が絶対。駅よりも歩きやすい。よいしょ。おお。こうまっすぐ行っちゃったんだ、私たちは。ね、ここまっすぐ行っちゃったんだな。ようやく最初のところに戻ってきました。戻ってきました。やっぱりね、帰りはね、近く感じるね。ね。はい、ということで到着しました。到着しました。びしゃびしゃ。今の時刻は、14時20分です。途中30分ぐらい休憩挟んだから、4時間ぐらい。歩いたのは実質3時間ちょっとぐらいかな。です。でした。お疲れ様でした。もうびしょびしょ。お疲れ様でした。ということで、はいバスを待って、この後、クスコまで帰りましょう。バイバイ。7時間のバス頑張ります。はい。帰れるかな。土砂崩れね、起きてなかったらいいけどね。あ、ほんとそうだね。出発します。はい、ということで、クスコに戻ってきました。はい。7時間のバス旅、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうほぼ寝てました。はい。ということで、もう夜も9時過ぎてるので、今日はこの後ホテルで一泊して、はい、明日、次の街に目指したいと思います。はい。それでは、おやすみなさい。おやすみなさい。次回は、ペルーの隣の国、ボリビア。その中で、標高3500メートルを超える、事実上の首都、ラパスに行きました。富士山の山頂と同じぐらいの高さに、信じられないほどの大きな都市があり、そこでしか体験できない文化を体験してきました。次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけたらとっても嬉しいです。インスタグラムもやってます。フォローお待ちしてます。それでは次回の動画もお楽しみに。